皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ関連情勢のニュースを取り上げていきます。総合的なニュースとしては他のチャンネルよりも取り扱っている話題が多いので、ぜひともウクライナ情勢に関心のある方はこのチャンネルを登録して動画をチェックしていってください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ロシア最大にして世界最大、天然ガス会社ガスプロム、ガス事業で4800億円の赤字転落したことが分かりました。2、苦節2年の議論の末、ロシア凍結資産、EU で支援転用の承認が合意されました。3、フランスの砲弾支援、生産 80% をウクライナ向けに行うことを発表しています。ロシアに対する経済制裁は全く効いていないとロシア信奉者たちは言うのですが、実際のところはそうではありません。ガスプロムのガス事業はヨーロッパへの供給が途絶えて不採算になった。西側諸国にウクライナに関して譲歩するよう説得するためにヨーロッパを凍結する試みは失敗し、ガスプロムは破滅へ向かっている。地球上で最大のガス埋蔵量を運営するガスプロムは2023年末に中核事業から損失を被った。ガスプロムはガスの生産と販売で年間約4800億円の損失を出しました。つまり毎週平均で約92億円の損失を被っていました。過去1年間でガスプロムの売上高は3分の1、営業利益は 80% 減少した。ガスプロムは数十年にわたり関係を築いてきた最大のヨーロッパ市場を失った。昨年の輸出量はわずか690億立方メートルにとどまり、1985年以来最低となった。すでに同社にとって史上最悪の年となった2022年1009億立方メートルと比較すると、海外に組み上げられたガス量はさらに3分の1減少した。2021年には1850億立方メートル輸出していたが、2023年には690億立方メートル。ガスプロムの輸出は激減している。このうちヨーロッパ向け輸出量は1970年代後半の水準の280億立方メートルに減少している。なお、ウクライナはここ最近の遠距離攻撃では石油関連施設への攻撃を行っています。これらの攻撃によってどれだけの被害が出たかについては残念ながら現時点では数値としては出てきません。決算情報などに影響を与えることがわかるのは早くても2024年の決算発表後となります。ガスプロムはこれまでガスのパイプラインを使ってヨーロッパへの輸出を行ってきました。これによって長期的に安定的に収入を得続けてきたわけです。ところが、ロシア軍のウクライナ侵攻に伴って、その最大の販売先であるヨーロッパが規制をかけるようになり、これらの国々は値段では圧倒的にロシアよりも高いんだけれども別の国からの輸入を増やしました。これに伴ってヨーロッパ向けの輸出量が激減することによってガスプロムのガス事業は赤字へと転落したわけです。また、ガスのパイプラインを使っての販売ができなくなったことはガスプロムにとっては大きな負担となります。例えば日本の場合であれば天然ガスを輸入する際にはガスのパイプラインではなく液化天然ガスを運ぶ専用船を使って船で海外から輸入を行っています。ガスプロムもパイプラインが使えないのであれば船を使って輸出することが求められるわけですが、これまではずっとそういうやり方をしてこなかったわけですから、大幅に輸送方法の転換を図らなければなりません。現在のところ、ロシアから中国へとパイプラインを伸ばして、それによってヨーロッパ向けだったものを中国向けに転換できないかというような試みもされていますが、これまでヨーロッパが消費していた分、その全てを送れるようなパイプラインを新設するのには、ものすごい時間とお金もかかりますし、すぐには解決できる問題ではありません。ガスプロムにとっては当面稼ぎ頭だったガス事業がうまくいかないという状況が続くでしょう。ただ、これをもってしてガスプロムがさあすぐにでも倒産するかといえばそういったわけでもありません。逆に言えばこれまでずっと黒字状態が続いてきたわけですから、その蓄えは莫大にあります。またガスプロムにはその蓄えを元にしたグループ会社もたくさんありますから、すぐにでもどうこうなるわけではありません。しかし、制裁の影響が全くないという話が全くの嘘であるということも今回のニュースからお分かりになるでしょう。EU、ロシア凍結資産をウクライナへの兵器調達で活用承認。EU はロシアの凍結資産の利子や配当を活用し、ウクライナへの兵器供与などの資金とする提案を承認する決定を首脳会議で下した。ウクライナ向けの兵器弾薬の確保に年間で最大約4530億円を費やすことも盛り込んでいる。欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、
ロシアの凍結資産から生じる利益を兵器調達の資金として使うことへの EU 指導者たちの強い支持を称賛。資金は今年7月1日までに捻出が始まるだろうとも予測した。EU は昨年末、ロシアの凍結資産に伴う利子などをウクライナの復興資金に充てる計画を立案し、先月に原則合意していた。また EU 高官は、利子などを平和の構築目的に拠出される基金、欧州平和ファシリティ EPF の資金として組み込むことを求める声がヨーロッパ諸国の大多数にあり、その数は増えているとも記者団に明かしていた。EPF は2021年に創設されたもので、EU による国際規模での防衛や軍事的な措置の財源となっている。EU の一般予算と異なり、武器購入も可能となっている。EU が今回承認した欧州委員会の提案は、先月に基本合意に持ち込んだ計画と比べ、ウクライナへの総合的な復興支援というより、ウクライナ軍への直接援助も組み入れている点で踏み込んだ内容ともなっている。ロシアが2022年2月、ウクライナに軍事侵略したことを受け、西側諸国はロシアが保有していた外貨準備高のほぼ半分、約45兆円を凍結する制裁を発動。このうちの約30兆円はヨーロッパ内にあるとされる。ロシアの中央銀行が持っていた外貨準備高、それらについて制裁の一環として凍結するといったことが行われ、その凍結資産その後どうするかについては、これまで延々と議論が重ねられてきました。凍結することそれ自体についても反対意見は少なくともロシア側からはありましたし、その凍結資産を没収するのか、それとも現在のこの記事にもあるような没収はせずに活用するのかといったところで議論が散々されてきたのです。ロシアのような独裁者の決定で全てが決まる国と違い、ヨーロッパにおいてはそれぞれの国の思惑というものもありますし、ハンガリーのように親ロシア派の国などもいます。それらの国々の議論が重ねられる中において、このような決定が下されたのは少なくとも民主主義的には、ロシアによるウクライナ侵略が明らかな国際法違反であり、これに対抗するための手段として資金をどうにか活用しようという意見の方が勝ったことを意味します。また、当初は凍結資産をどう使うかについても人道支援や経済支援といった方向へとまとまりかけていたものを国際情勢の変化に伴っていやいやもっと軍事支援にも重きを置くべきだという意見が強まりました。それはやはり何といってもアメリカによるウクライナ支援の停止です。バイデン政権それ自体はウクライナ支援を継続したがっていますが、議会においては共和党が多数派を占め、その共和党においてはウクライナ支援は行うのに反対だという議員がたくさんいます。そのようにしてアメリカからの支援、予算が議会で止められている。それによってヨーロッパの方だけでも何とかしなければならないという機運が高まることによって、以前であれば経済支援や人道支援へと限定的な動きにとどまっていたものがもっと軍事支援に活用しようという方向へ話が向いたわけです。現実問題としてロシア軍が占領地域を広げた場合においては、いくらウクライナに対して経済支援や人道支援を行ったところで、支援しているそばから町が占領されるか町が破壊されるかされるわけで、お金がどんどんと無駄になってしまいます。まずはロシア軍による侵略にストップをかけるためにも、軍事支援に凍結資産を活用するというのは私は良いアイデアだと思いますし、ようやく決まったのかという思いもします。なお、凍結資産45兆円という話がありましたが、ヨーロッパにあるのは30兆円。その他にもアメリカや日本においても凍結資産があります。日本のニュースの中でこの凍結資産どうするかの話題は全く聞いたことがありません。私はできればいっそのこと没収して丸々軍事支援に回せばよいのにという考えですが、これに対しては同じような独裁者や独裁政権、もしくは人道的に問題のある国などから自分たちの国の資産などもいずれは取り上げられるかもしれないとして引き上げが起こってしまうかもというような懸念の声もあります。ただこの話でロシアの凍結資産が没収されたのを見て、私たちの国からはもうあの国に投資できないわと言っているような国はもともとやばい国なので、そのような国からのお金というものはいっそのこと引き上げてくれた方が後々の憂いがなくなるのではないかなともちょっと思います。日本では議論がされていないわけですが、ヨーロッパの先例というものを利用して後追いでも良いから日本の凍結している資産の活用などもっと考えてほしいものです。最後にフランスの砲弾支援の話を取り上げましょう。フランス、ウクライナ軍事支援で
自国軍需企業に生産拡大要請も。フランスの国防大臣は記者会見で、ロシアの軍事侵攻を受けるウクライナへの支援を継続するため、自国の軍需企業に対し、武器などの生産拡大を要請する可能性があるという考えを示しました。その上で、今年はウクライナ軍向けに8万発、フランス軍向けに2万発、合わせて10万発の155ミリ砲弾を生産する計画だと述べ、自国向けよりもウクライナ向けの生産に優先的に取り組んでいるとアピールしました。記事の補足です。EU 加盟国の砲弾生産能力を高めるための投資を EU が行います。欧州委員会は2025年末までにヨーロッパ域内砲弾生産量を年間200万発に増やすため、加盟国所属の企業に約820億円を投資することにした。EU としての投資と各国政府の自国企業への投資の2パターンがあります。フランスは生産する砲弾のうち 80% をウクライナへ送り、20% は自国の倉庫に収めるという話をしています。なんでウクライナに生産 100% を送らないかといえば、これまでの2年間において、ウクライナに供与する砲弾といったものが備蓄をどんどんと減らしてきました。ヨーロッパ各国においてはこうした備蓄弾薬をどんどんとウクライナへ送ることによって、生産はするんだけれども自国の減った分も埋め合わせたいとして、供与できる数が制限されるという状態が発生しています。しかし、このような状況は少しずつ解消に向かっていきます。まず第一に、記事の中でも取り上げたように、それぞれの国でそれぞれの軍需産業に対してお金を出して生産設備の拡大などに後押しする動きがあります。プラスとして EU という全体のまとまりとしても後押しするための予算が付けられ始めています。そしてさらに付け加えるならば、この自国向けの 20% の砲弾を実質的には 100% にしようとしているのが、チェコが進めている世界の兵器市場から砲弾を買い付けるということです。なんでそれが直接的に関係あるかといえば、ウクライナに生産した砲弾を渡したくない国というのも存在するからです。これはロシアとの国際関係やもしくは日本のような直接的な戦闘に今すぐ使われたくないような国の場合だと、紛争が起こっていない国に対しては販売できるんだけれども、今まさに戦闘中のウクライナだと納入できませんよという企業や国などもあるためです。じゃあチェコが世界の兵器市場から砲弾を手に入れた時に、それがなんでウクライナ供与の砲弾へと切り替わるかといえば、例えば今回のフランスの場合だと 20% は自国の倉庫に収めるわけですが、それを例えば世界の兵器市場から買ったものをあてがえば、フランスは別に収める数については変わるわけではないので、自国の生産したものを 100% ウクライナへ送ったとしても、それで帳尻は合うわけです。このあたりの砲弾の流れといったものをある程度把握していると、あの国で生産した砲弾がウクライナに渡るなんて、きっと政府は許さないだろうという意見が出てきた時に、いやいやそうじゃないんだよということも反論できますし、その裏側の動きについての理解も深まることでしょう。例えば、韓国が砲弾を販売してくださいと言われた時に、アメリカに対して売るといったことはこれまで行いました。これは、アメリカの倉庫に収めるんだったら問題ないよねという形になっていました。しかし、これは形式としてはそうなのですが、アメリカはウクライナへと砲弾を供与し、砲弾がどんどんと減った時に、その埋め合わせとして韓国の砲弾がやってきて、じゃあこれだけ入ってきたんだから、ウクライナへと砲弾を供与できるという余裕が生まれました。同じようなことがヨーロッパ各国においても発生するわけです。韓国に対して砲弾を撃ってください。ウクライナに供与するんであれば、ロシアとの関係上ちょっと政府としては承認できませんよとなった時に、いえいえ、あくまでも購入するのは自国の備蓄のためですという話をして、例えばフランスへと砲弾が渡れば、その約束さえ守れば、フランスは余裕分をウクライナへと供与できるわけです。ヨーロッパ域外から砲弾を調達することによって、様々な選択肢が生まれるというのは、今後のためにとっても良いでしょう。まあ、そうした意味では、日本もヨーロッパのお金で砲弾を買ってもらってヨーロッパに売って、それによってヨーロッパ各国が、日本から砲弾が入ってくるんだったら自国の生産分をもっとウクライナへと供与できるなという、そうした方向性へと持ってくるというのも、私は一つ良い面があると思います。日本国内ではまだまだウクライナに対する軍事支援については否定的な意見の方が多いわけですが、しかし何もしなければ結局のところ国際法を犯して武力侵攻している国の野望を放置して
しているわけですから、少なくとも日本国憲法の精神からすれば、国際的な平和を希求するというその精神から真っ向から反対するものであり、むしろ日本の平和主義から言うと真逆の行動だとも私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また役に立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。